続いての投稿はこちら。エントリーグレードガンダムです。ガンダムマーカーエアブラシシステムでランナー塗装に挑戦しました。メタリック系の色だけで塗りましたと。ガンダムのラストシューティングからね。おお、いいよね。いいですね。これなんだろう、なんかすごい青バーワーク感がいや、ありますね。あるんだけども。分かった。小物しまうものですよ。100均に売ってる。ああ、なるほどなるほど。あ、本当だ。似合うね、背景ね。背景として使えてますね、めっちゃ。で、前に連邦のロゴがね。これもだからマーカーで塗ってるのかな。でもめっちゃ綺麗ですね。ね、綺麗だよね。映画のなんかシーンの感じすごい出てますね。綺麗に塗ってますね。いや、2枚目とかあれですね、ラストシューティングから一点こうポーズ変わりましたけど、なんかこう宇宙を飛んでるみたいですね。なんか本当はね、アングル上手だな。ランナー棒でわざと浮かわせなくても浮いてるように見える。見えますよね。かっこいいですね。写真の撮り方がすごく上手だと。上手。なんかガンダムマーカーエアブラシシステムってメーカーさんも言ってたんだけど、メタリックすごく上手に塗れるんですよって言ってて、メタリックいいんだなっていうね。本当に上手だな。にしてもこの僕はこういろいろなシルバーを見てきましたけど、このシルバーはなんとなくなんかちょっとレトロな感じがちょっとね。いや、わかる。すごいわかる。なんか本当その当時のガンダムの白ってこんなイメージですみたいな、不思議とこう懐かしい感じ。そう、懐かしいシルバーだよね。わかる。不思議ですよね。なんだろう、これ何シルバーって言うんだろうね。めっちゃわかる。懐かしいシルバー。懐かしいシルバー。ヴィンテージシルバーというのを名付けますから。いいですね。いや、本当素敵です。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。ブツは鉄人28号。スチールのようにキラキラにしようとして何回も失敗。結果的には重厚な鉄人28号の完成。最終的にはタミヤカラーのブラックを分厚く塗り、その上にリアルクロームを4回ぐらい軽く拭きました。あまり鏡面ならなかったけど重厚さはありました。いいっすね。いや、なんかこれ超合金じゃないですよね。鉄製じゃないですもんね、これって。地球道チャンネルでねやったお宝鑑定団で出てきたやつみたいな。本当マジンガーとかあれみたいな、ああいう感じのものにめっちゃ見える。本当なんか昔というか、本当お宝鑑定団系の雰囲気めっちゃ出てますね。背景の漫画とね、なんかすごい相まってめちゃくちゃいい感じですよね。鉄っぽいこう質感になってるんですよ。そうなのよ。ライトが当たったところの周りがなんかね、鉄感というか。そうなのよ。だからこれ完全にツルツルにした上でじゃないことでこういう感じが出るんだけど、艶消しでやるとほらシルバーって曇るじゃない。それが曇らずにうまくいくとこうなるっていうね。ああ、そういうことなのか。だからどうやってやったんだろうって多分本人もだから何回も繰り返してるうちに生まれたもう奇跡の一品みたいな、そういうことですよね。感はあると思うよ。これを狙ってできるようになったらすごいんだろうけど。いや、すごいですよね。ダラダラでメッキはね本当に難しかったから、僕は光ってるよね、ちゃんとね。いや、こうめっちゃこう何回言うんだっていうぐらいですけど、重そうわかるタミヤカラーってほらだからラッカー系だと思うんだけど、その上にそのリアル黒も吹いてるから、だから多少黒をね侵食しつつのだから、なるほどこれがいいんだろうな。ちょっと金谷さんの言ってたこれはこれで味があってっていうのを今ふとね、なるほど。これテクニックとして一つ全然持ってていいんじゃないかなという投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。せっかくの楽しい企画なのでコナン君にビカビカな衣装を着てもらいました。基本的にはスターブライトシルバーに、青はディープクリアブルー、赤はディープクリアレッド、黄色はスターブライトブラス、こだわりはメガネのミスターメタルカラーのアイアンですと。来ましたね、コナン君。いや、僕はすごい不思議なんですけど、なんでコナン君をメタルにしようと思ったんだろうってでもね、なんか僕はねちょっと分かる気がするのよ。本当ですか。コナン君ほら何周年か記念切るとなんか迎えると漫画の表紙がこんな感じになるのよ。そうなんですね。なんかそんなイメージがある。なんかやたらキラキラしてんの着てんなっていうね。いや、そうなんですよね。この感じでは多分あれですよ、こう尾行とかできないですか。確かにパーティーにお呼ばれしてる時になんか殺人事件起きたみたいですね。いや、なんか確かに賞を受け取るような格好ではある。いや、本当に、コナン君ってメガネフレームってアイアンだったっけ。いや、そんなことないと思いますよ。あれがやっぱり一丁羅だよ、一丁羅。メガネも込みでめちゃくちゃ塗装とか綺麗なんじゃないですか。いや、本当にすごい上手にできてますよ。靴の塗り分けちょっと大変だったろうなと思うんですけどね。いや、そうですよね。簡単に作れますよシリーズのコナン君だから、そんなにパーツ細かく分かれてないと思うんですよね。なるほど。だからこの塗り分けはね相当苦労されたんじゃないかなと。でこうメタリックはメタリックでこう塗装してるんですけど、ちゃんと髪の毛もねグラデーションちゃんとなっててね。そうですよね。ここら辺はやっぱモデラーとしてのね
たしなみみたいなね、たしなみが、髪の毛の塗装難しいんだよな。そうですよね。めちゃくちゃ綺麗なグラデーションになってますね。なってるよね。あと僕が気になったのがあれですよ、コナン君のちょんまげがこう動きそうなんですそうなんよっていうのがちょっと気になったので、いや全然ちょっと塗装関係なくてすいません。いや多分これ写真撮るときにこの後ろのね、加減をね、スネ夫と同じ現象起きてると思うんだよね。スネ夫ってまっすぐから見たらどうなるんだろうみたいな、そこに合わせるギミックだと思う。そうですよね。なるほど。パーティー感出てね、いいと思います。どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。エントリーグレードガンダムガンダリウムモデル &FG シャア専用ザククロームシルバーガンダリウム合金の質感を塗装で表現してみました。ああ、なるほどね。だからガンダリウムモデルのね。でガンダムの方は細吹きでシルバーを吹いて暗めの質感に、ザクの方は鏡面仕上げ風を目指して塗ってみましたということで、特にあれですよ、ついにガンダリウム合金こんな色だと正解出ましたね。いや僕非常にこう申し訳ないんですけど、ガンダリウム合金の質感を知らない。いやすいません、僕たち確かにねあ、そうなんだなと思って。ガンダムってほらガンダリウム合金でね、バチバチできてるからきっとこんな色のシルバーなんだろうということで、だから G3 はガンダリウム合金むき出しの状態ですよこれ。色塗ってないじゃん。そうこれは重みありますね。ありますね。いいな、なんかこういうこの合金この色ですって言ったもん勝ちだからね。確かに知らねえもんね。そうだから僕らもこれが正解なんだっていう感じでね。だからザクはちょっとだから違うわけよ。ガンダリウム合金じゃないから、ちょっとこうピカピカのシルバーなんですよ。ちょっとなんかまあ色的にちょっとアルミをちょっと柔らかそう。そう分かる。だからさ、ビームライフルは弾けないよね。そうですよね。そういうことよ。だからこの金属感の差で白い悪魔って言われるようになったわけですよね。いやそうですね。いや本当に素晴らしいと思います。トックンついてこなきゃ。僕はついてきてるよ。いやすごいな。で最後ですよ。最後ですね。ガンダリウム合金を作られたい方はこちらということで、鏡面仕上げにしたシルバーはどれなんだろう。全部スーパークロームシルバーでやったのかな。下地のそのサフだったりを変えて強弱つけたというか、そういうことですよね。なるほどな。非常に勉強になりました。ありがとうございます。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。10年以上前の作品です。ボディはパール塗装、メガ部分はシルバープラスクリアイエローと。いやー、グリフォン僕好きなんですよ。アニメをちゃんと見たわけじゃないんですけど、見た目がもうかっこいい。わかります、それは。パトレーバーシリーズで何作りたいかってお店で並んでた時にグリフォンを手に取った記憶がある。あ、僕も多分そうだと思いますね。よくわかんなかったけど、警察みたいなやつよりこっちの方がかっこいいっていうのがわかる。子供心にありましたね。で、パール塗装なんですけど、パールブラックなのかな。光に当たってね。そうですよね。僕驚きなのがこれ10年前の作品、これ10年前に塗ったってことなんですよね。そうすごいですね。こう10年前のものがこんなに綺麗に残ってるって僕わかる。僕多分10年前のもの多分手元にないかもしれないです。本当にわかる。作った後の興味の引き方がすごいのよ。生み出した後で。ものすごい状態が綺麗というか。そう、これってだからバンダイのなのかな。この頃のパトレイバーのこの関節部分あるじゃない。あれがね、ゴム製だったのよ。ああ、そうなんですね。もしこれもゴム製だったらよく劣化せずに。そうですよね。ゴムって劣化しちゃいますもんね。最近またね、パトレイバーなんか火がついてるのか、いろんなメーカーさんがねまた出してきてるんですよ。あ、そうなんですね。パイロットがねちょっと可愛かった記憶もあるんですよ。あ、そうなんですか。褐色系の。あ、出た。そう、ちょっと元気な女の子が乗ってるんですよ。ここはあれですね、多分90年代終わりぐらいにそういう褐色女子ブームによって、ちょっと人生狂わされた人間の一人かもしれないですね。人生狂ったの。いやでも分かるよ。僕はあれだったもん。後半になる前のシャクティめっちゃ好きだった。ああ、そうですね。後半の時は多いってなってたけど、前半好きだったよ。いろんなこと思い出してましたね。そうですね。はい。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。こんにちは。旧キットのザクをメタル化してみましたよ。黒下地ガイアプレミアムメッキシルバーで仕上げました。旧キットのその腰から上だけを使ってね、メッキもすごいんですけど、この下のね土台の部分、ツヤッツヤだね。この黒ね。めちゃくちゃツヤツヤですね。なんかこれを作った上で塗るからこういうね、メッキ感が出るんですよ。そういうことですよね。でも目光ってる時点でもいろいろいじってるのかなって思そうですよね。こういうなんか電気とかも
配線めっちゃしてるんでしょうね。だから下が電池パックなのかな。ああ、可能性全然あると思います。これを見た瞬間に下のアルファベットのせいで勝手になんかこう缶コーヒーのボス感が出てるわかるなんかあ、でも分かるかも。なんかね、大人のインテリアみたいな、うん、ね、こう後ろバーニアも光っててね。そうですね。いやすごいですね。なんか普通にバーで出てきたような感じがするんだよな、この下のコースターのガラスのね。いやそうですよね。あれなんかこうお隣さんからですみたいなこれお隣さんから出す届くっていうこう大人な感じがすごいね。いやでもかっこいいですね。ガンダム好きの人が集まるバーとかにポンって置いてあったらすごいいい感じで、いい感じいい感じ、大人のたしなみ感がねなんか見てますけどね。いやなんかすごい品があって素敵ですね。素晴らしいですね。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。少しメタル化計画からそれましたが、ナイトライダートレーラー完成です。ゴールドカッティングシートとキット付属のメッキパーツで構成ですと。だからそのジャンルで言うとこうワンポイントメタル。あ、そんなジャンルがある初耳ですけど歌も物勝ち感このゴールドのラインを、だからそのカッティングシートがあって、でそれで自分でこう線を引いてなるほどやったんですよっていうのでいけば、これ左右対称出すのすごい大変だったんじゃないかなとかね。そうですよね。やっぱこう黒にゴールドってかっこいいですね。いやかっこいい、めちゃくちゃかっこいいし、アメリカとかでこう走ってるタイプのでっかいトレーラーなんでしょうけど、後ろに走ってたらまあ道譲るね。もう怖いってすぐ道譲るよ。本当に分かる分かる。大体やっぱ黒に金されるとね、オラオラ系増しますからね。いやます僕や特なんかすぐ道譲りますよ。怖いってなってねそっちみたいなね。いやツヤツヤですよ本当に。いや塗装めちゃくちゃ上手ですよね。これ実際走らせて遊ばれてるんですかね。どうなんですかね、動くんですかね。だからやっぱこれから作ったって言ったらすごいんじゃないかな。そうですよね。角度測ってね、今から貼るぞっていうのでこの下地にねツヤツヤのブラックがあってね。ですよね。だから最後のだからフロントのねこのなんかすごい難しかったんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。写真の撮り方のせいかめちゃくちゃでかく見える。でかく見える。本当ね、確かに。いや美しいですね。素敵です。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。メタルといえばこの人と思い、作成しましたコブラのアーマロイドレディです。自作フィギュアですよね。塗装はガイアノーツのプレミアムミラークロームを下地にミスターカラーのクリアーブルー、ガイアノーツのクリアーブラック、ガイアノーツのプライマリーメタリックブルーを調色して作りましたということで、とっくんこれはだからジャンルでいうとライブメタルですよ。あ、そうなんですね。何生命体金属ですよ。あ、そうですね。いやなんか何かを読んだかのように言いますね。じゃあちょっと調べました。コブラって僕何回か見たことあるんですけど、なんか僕の印象だとオープニングはめちゃめちゃかっこいいっていうのと、あと野球やってるイメージがないんだけど、だからどんな話だったかあんまり覚えてないんだよね。それだけ言うとなんかドカベンと同じになっちゃいますけど、スペースオペラですね。スペースオペラ。この人はだからあれでしょ、コブラの相棒なんだよね。そうですね。なんかレディーじゃなかったっけ？通称レディーか。あ、そうですそうです。紛れもなくやつですね。紛れもなくやつなんだ。いいね、自作ですごいな。いやすごいですね、本当に。こういう一から作ったことがないから本当に尊敬しちゃうな。いや本当に。プライマリーメタリックブルーってガイアノーツの限定塗料なんですけど、これがね結構いい色出るんですよ。いやめちゃくちゃ綺麗な色ですね、本当に。後ろからのこの写真が本当お尻がプリッてしてて、そうなのよ。だからこれも全部作られてるってことですよね。いやすごくよくできてるなと思いますね。お尻すごい頑張ったなと思う。だって確かに本当お尻めっちゃ綺麗だね。お尻めっちゃ綺麗ですね。こういうのパテからであるのかな、スカルプとかああいうやつなのかな。いやどうなんですかね。他の作品もちょっと見てみたいですね。そうですね。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら。今回恥ずかしながら参加させていただきます。ありがとうございます。レイウドさんの充電式エアブラシで初の全塗装に挑戦してみました。カラーのレシピです。基本色は EX シルバー、シールドは GX メタルバイオレッド、関節は GX メタルパープル、下地は EX ブラック、エングレービングゴールドリーフです。よろしくお願いしますと。いやーなんかねもう綺麗。めっちゃかっこいい。かっこいいな。メタリックパープルっていいよね。いいですね。僕実はメタリックで何が一番好きですかって言われたらメタリックパープル。ああそうなんですね。紫すっごいかっこいい。いやかっこいいですね。サーバインめちゃくちゃ好きなんですよね。へー。そもそもこのロボットっていういろんなジャンルの中で言うと一番サーバインがすごい好きで、めちゃくちゃかっこいいですよ。こうなんかこう今で言うとこのこう袖付きみたいな。ああいやほんとああいう感じ。この縦のさこのなんか女性なんかエングレービングっていうの、
縦にこういうのね。いや本当にこういうなんか装飾があるような感じがやっぱりパワーバイの特徴というか、既視感がすごいあって、それだからこそこうシルバーの感じがすごく映えるというか、いいと思いますね。首のあたりのこのなんていうの、配線じゃないけど、これだから何、生体パーツみたいなのを使ってるから、なんかこういう生物っぽいような、だからその首のなんかこう何、筋みたいなね。ああそうですね。これがこうすごい俺好み。いやわかります。これバチかっこいい。そうですね。こういうの見るとやっぱダンバイン1から見直したいなというか。いやいいと思いますね。今のところ僕無料お試し1話しか見れてない。全然こうダンバインのダの字も。そうなんかバイクに乗ってたら急に異世界に行くんだよ。あれそれだけは知ってるんだよ。それだけは知ってる。そういうことですね。間違っちゃう。そうで2話からどうしようかなって思ってたけど、うちでもねこれキットが入ってもうだから再販待ちですよ。あ本当ですか。非常に人気の。いやこのキットはちょっと欲しいな。いいですね。投稿どうもありがとうございました。続いての投稿はこちら、アートからも参戦ということで、このね塗料はリアルクロームっていうことなんですけども、これは何ですか、とっくん。マジでアートだ、すごい。なんだろうな、この曲線美。そうなんですよ。何なんですかね。でこう僕思うんですけど、こうって思いつつ、実はこれなんかこう飛行機なのかな。飛行機になんか布が乗ってるような感じに見えるんですよね、こう形的に。ああはいなんかそのファントムじゃないけど、ああいう感じの、いやでもね、なんかこう未知の生命体にしか見えないんだけどつい気になってツイートを見たんですよ、そしたらね、このような形のものをいっぱい作っとられる方で、そうなんですね。結局ね答えを見つけられなかったんですよ。わからないな。でも確かにアートではある。アートではある。いやなんか最初なんなら僕電車とかに乗るヘルメットのなんかおしゃれなやつなのかなとかいろいろ思ったんだけど、いや途中から多分そういうことじゃなくて、これを受け入れなきゃダメなんだなっていうなるほど、そういうことアートだからね。でもなんかバキュームっぽい感じはあるんだけどね、その型取りした時に。いやそうなんですよね。なんかだけど何から型を取ったかってことよね。何かの上にこうバキュームしたんじゃないかなと思いますね。いやなんかいろんなジャンルがあるんだなっていう、ね。いや本当にそうですね。まあ好きですよこれ。建物の真ん中にこう飾られてそうな都会のね。そうですね。大きいビルの玄関とかにありそうですね。そうで見た瞬間受け入れようみたいなやつ。すごいいいもん見させていただきました。投稿どうもありがとうございました。